紀元前約600年、エルサレムから離れた荒れ野での出来事です。神は象徴に満ちた次元を預言者リーハイに与えます。それはリーハイに大きな喜びをもたらしますが、同時に息子であるレーマンとレムエルに対し恐れを生じさせます。モルモン書、イエス・キリストについてのもう一つの証に記録されている実際の出来事に基づく。息子たちよ、起きなさい。私の幕屋に。夜明け前だぜ。私は夢を見た。別の言葉で言えば次元を見た。自分が見たことのためにニーファイとサムについては主にあって喜ばずにはいられない。彼らとその子孫の多くは救われると思うからだ。しかしレーマンとレムエル、私はあなた方について非常に心配している。私は夢の中でひどく暗くて寂しい荒れ野を見た。リーハイ、ついてきなさい。その豊かな深い憐れみによって私を憐れんでください。その実を食べると私の心は非常に大きな喜びに満たされた。それで私は家族にも食べてほしいと思い始めた。
その実が他のどんな実よりも好ましいことが分かったからだ。それで自分の家族もいるのではないかと辺りに目をやると、水の流れている川が見えた。サライヤ、サム、ニーファイ、こっちだ。この実を食べて。他のどんな実よりも好ましいものだ。レーマン、レムエル、おいで、食べなさい。二人は来て食べようとはしなかった。レーマン、レムエル、それから一本の鉄の棒が見えた。それは川の岸に沿ってずっと伸び、私の立っているそばの木のところまで達していた。また一本の細くて狭い道も見えた。その道はこの鉄の棒に沿い、私の立っているそばの木のところまで来ていた。その道はまた流れの源のそばを通り、まるで一つの世界かと思われるような大きく広々とした野原に通じていた。私は群れ集まる無数の人々を見たが、その中の多くは私の立っているそばの木のところに通じる道にたどり着こうとして押し進んでいた。そこで暗黒の霧が起こった。まことに非常に深い暗黒の霧であったため、道を歩き始めていた人々は道を見失い、迷って姿が見えなくなってしまった。そして私はまた押し進んでくる他の人々を見たが、この人々は進んできて鉄の棒の端をつかんだ。そして彼らは鉄の棒にすがりながら暗黒の霧の中を押し進み、ついに進んできてその木の実を食べた。水の流れている川の向こう側に一つの大きく広々とした建物が見えた。それは地上に高くそびえ、ちょうど空中にあるかのように立っていた。その建物は老若男女を問わず人々でいっぱいであった。この人々の衣服の装いは非常に華やかであった。そして彼らはその木のところまでやってきて、その実を食べている人々を指さし、あざけり笑っている様子であった。そして彼らは木の実を取って食べると、恥じるかのように辺りを見回した。あざけり笑われたので、禁じられた道に踏み込んで姿が見えなくなってしまった。この他に大勢の人が押し進んでくるのを見た。この人々は進んできて鉄の棒の端をつかんだ。
そして彼らはしっかり鉄の棒につかまりながら道を押し進み、ついにやってくるとひれ伏して木の実を食べた。そして多くの人が流れの深みに溺れて死に、また多くの人が見知らぬ道に迷って視界から消えてしまった。あの奇妙な建物の中に入った人々の数は非常に多かった。彼らはその建物に入ると、私や他にその実を食べていた人々を指さしてあざけり笑った。しかし私たちは彼らのことを気に留めなかった。そっちには何もないよ。一緒においでよ。これらの人々を気に留めた者は皆道を外れてしまったからである。おい、この道から離れろ。レーマン、レムエル。こっちには何でもあるぞ。お前らには何にもない。レーマンとレムエルはその実を食べなかった。俺は救われないと。あなた方のことを非常に心配している。頼むから私の言葉に聞き従ってくれ。そうすればおそらく主は憐れみを示し、追い出すようなことはなさらないだろう。頼む。主の命令を守りなさい。